こんにちは、金ちゃんです。本日もご訪問してくださりありがとうございます。ただいま私たちはキャンプ場に向かっています。今日の行き先は泉南市にある豊国崎オートキャンプ場です。今回は観光地ではないので、途中釣りをして食材をゲットしようと思います。たくさん釣れるといいけど、今朝はゆっくり家を出てきたけど、いちごちゃんはもう眠たいモードです。赤ちゃんと一緒で揺られると眠くなるようです。眠っていると思ったら、急に辺りを見回してどこへ行くのか確認するのですが、今日は本当に眠いようですね。100円高速を降りて一般道を走ります。この先に良い釣り場があるんですよ。漁港に着きました。今日は釣れるかな？魚が釣れないと今夜の鍋が野菜だけになっちゃうからね。今日の目標、魚をたくさん釣ることです。いちごちゃんはお魚も好きだよね。今日はアジ狙いでしたが、釣れるのはイワシばかり。でもイワシのつみれも美味しいから、せっせと竿を下ろします。今日は平日ということもあって、市場や工場はフル操業でとても賑やかです。前回休日の時に訪れたので、とても静かでした。その時はアジが嫌いうほど釣れて、家の冷凍庫にまだ入っています。我が家の保存食になっています。でも今日はアジが全くと言っていいほど釣れません。アジでなくてもイワシでも全然いいんですけどね。結構小ぶりなイワシが釣れています。いちごちゃんはいつもお邪魔虫。釣れたイワシはその場で処理をします。そうすればキャンプ場での処理の時間短縮になります。ぼちぼちと釣れるので、いい感じで処理できました。イワシの方が骨ごとすり身にできるので、体にはいいと思います。鍋が楽しみですね。いちごちゃん、そろそろキャンプ場に向かいますか？今晩が楽しみだね。さあ、お昼も過ぎたので先を急ぎましょう。平日なのでそれほどの渋滞はなく、普通に走ることができました。無料の高速道路を抜けると、道の駅が見えてきました。
イワシのつみれに入れるエビがあればいいな。我が家のつみれはエビも入れてすり身にします。とっても美味しいです。しばらくいちごちゃんを車内に置いて、さっさと買い物済ませてきますね。買い物素早く終えて15分ほど走ると到着です。入る道が結構分かりにくいし、ナビも案内してくれません。でも坂を上がるとそこはキャンプ場です。私たちのサイトは7番。車の物入れできて結構広いサイトです。暴風林の向こうは海。真下は海岸になっていて、綺麗なキャンプ場です。ではご案内しますね。この7番の番号のところに電源もあります。今回の私たちのテントは車に取り付けるタイプ。練習というか、よく取説を見てなかったので、2人でああでもないこうでもないと四苦八苦しましたが、出来上がる頃には理解できました。では少しご案内しますね。私たちのサイトの前が洗い場です。下の水道はバーベキュー網を洗ったり、上の水道はお湯も出ます。とてもきれいに使われています。洗い場の後ろにゴミ置き場があります。このゴミ置き場は無料で出せるので助かります。使い方も皆さんきれいに使っているようです。自動販売機の横にトイレもあります。トイレの場所は奥とここと2カ所なので混むことはなかったかな。テントの中です。車の中で寝るつもりなのでリビング仕様です。サイトが広いので周りと距離があってゆったりしています。隣の会話もそれほど聞こえず、静かなキャンプ場です。車の後ろに大海原、波の音、風の音、そして時々飛行機が飛んでいきます。関空は24時間空港なので、夜中も時々離着陸の飛行機の音が聞こえていました。金ちゃんは気にならない方なので平気でしたよ。久しぶりの潮騒の音に癒されます。テントの設営に体力を使ったので休憩。一仕事の後のコーヒーの美味しいこと。キャンプに来ると時間に追われず、すべてがゆったり。何も考えず無になる。こういう大自然の中でたまに息抜きも必要ですね。空気がおいしい。海がある。たっぷりと休息タイムを楽しみました。日中は暑かったけど、夕方になるとひんやりしてきました。いちごちゃんはお茶にべったりで、いつも以上に甘えています。
ここのキャンプ場にはブランコがありました。ゆらゆらしながら海を眺める。大人も楽しめるブランコでした。海を眺めてブランコに乗る。最高の贅沢なひとときです。深呼吸すると気持ちよくて幸せ。さて、ここからお魚処理をしたいと思います。釣ってすぐに頭を取っていましたが、きれいに処理をしていきます。釣り好きとあって、魚の処理は上手で、金ちゃんはいつも見るだけです。今日はアジが全く釣れなかったのですが、イワシも美味しいと思います。今回はカッター持参です。これを使うと時短で、ミンチにするのも簡単です。イワシは色がいまいちだけどね。素人料理なので、レシピはオリジナルですが、自分なりの工夫と味付けで絶品の味に近いと思います。化学調味料を使わず、体に良くてヘルシーで美味しいです。イワシの様子を見ながらカッターの時間もその都度変えています。家で作るときはこれに隠し味でお砂糖少々と生姜を入れます。今日は新鮮なイワシなので臭みは全くありません。これは癖になりそう。これから釣りにカッター持参になるかもです。昔はすり鉢で作っていましたが、結構力仕事でした。このカッターは20年くらい使っていますが、故障知らず、さすがパナソニックです。見てる間にどんどん滑らかな状態、完成です。今日は鍋と喜んだのもつかの間。大事件発生。ない。肝心なだし醤油がない。またやらかしてしまいました。家の冷蔵庫に置き忘れてきたようです。荷物のどこを探してもありませんでした。仕方ない。今日は塩味だけの味付けにします。塩を忘れずによかったです。韓国料理でタッカンマリってあるのですが、塩だけの味付けの鍋に野菜と鶏がたっぷり入っています。でもタッカンマリにはニンニクをアホほど入れます。寒い季節にソウルのトンデモンでタッカンマリを食べました。この時発熱してしまっていて食欲もなかったのに、塩だけの味なのに具材の風味が染みて、それとニンニクでかなり濃厚な出汁でした。
しっかり食べて翌日元気になったんです。今日の鍋は出汁がすごく美味しかったので、美味しく最後まで食べられました。ニンニクなしのタッカンマリって感じ。今回はポータブル電源は持ってこず、こちらのサイトの電気を使うことにしました。家にあるポータブルバッテリーではこれだけの電気は賄えません。家にいるような快適さ。火を使うと細心の注意がいります。電気だと安心して使えます。電気使用でまるで家にいるような快適さ。キャンプに来ると夜が長く感じるけど、ゆっくりと食事を楽しんだり、家とは違う雰囲気と開放的な空間。これがいいですね。いつもよりお酒も進みます。これから寒くなる時期にかかりますが、冬もキャンプ楽しめそうです。最近キャンプ場を利用することが多くなったけど、夫婦2人でキャンプされる方も多く、今日も2人でという方が何組かいらっしゃいました。土日は家族や若者グループが多くなるのかな。いちごちゃんは場所見知りで落ち着かないのか、おっちゃんにずっと抱っこされていました。食後、焚き火をしながら熱いコーヒーを入れます。日中は夏日のように暑かったのに、どんどん気温は下がっていきます。おっちゃんがテントの中で寝るというので、電気毛布を敷いた上に寝袋を置きました。金ちゃんは車中泊します。いちごちゃんはどっちで寝るのかな。焚き火の炎ってキャンプの醍醐味。癒されます。コーヒーも格別美味しく感じます。まだ夜の8時にもなってなくて、いちごちゃんは早々と眠たいモードになり、テントの中に入っていきました。金ちゃんは夜のお散歩をします。ブランコのところがライトアップされてて、綺麗なのでゆっくり散策します。海側の柵にも等間隔でライティングされてて、明るすぎず良い感じでした。そろそろおやすみなさい。早く寝たので早朝朝日とともに起きました。何度か目覚めたものの熟睡できました。火を起こしてお湯を沸かします。まず美味しいコーヒーで目覚めましょう。今日もお天気は晴れ。
暑くなりそうです。朝食は昨日の鍋の出汁がたくさん残ったのでおじやにしました。卵を落として味もしっかりといてて完食です。ごちそうさまでした。食後のゆったりタイムです。楽しかった。豊国岳オートキャンプ場を10時半頃に出発。帰り道は山川を通って道の駅巡りをしようと思います。途中懐かしい場所を通ります。子供たちが小さい頃に何度か行ったことのある三崎公園の前を通ります。まだ遠くに建物も見えています。ここのイルカショーは良かったのにな。子供たちが楽しめる遊園地が少なくなりました。子供たちが幼い頃、キャンプに行ったり、遊園地に行ったり、子供中心でいろいろなところに行って遊んだことは楽しい思い出となっています。今は老夫婦で新たな遊びを楽しもうと思っています。そうこうするうちに道の駅が見えてきました。道の駅アイサイランドは大きくてとても有名な道の駅なんです。休日なので今日は車が多くて駐車場はいっぱいでした。お店の近くはペット禁止区域となっているのでいちごちゃんは車内でお留守番です。11月なのに夏日のような気温。お買い物素早く終わらせて車に戻りました。次の道の駅は10分ほど行くと道の駅泉山あいの里です。ここはこじんまりした道の駅ですがゆっくり見ることはできないのでスタンプを押すだけにしました。次は河内長野の方に向かいます。花の文化園のすぐ近くの道の駅奥河内黒丸の里です。魚釣り豊国岳オートキャンプ場。泉州から奥河内道の駅巡り、最後までご視聴ありがとうございました。